シェフ。シェフ。まずお通しでございます。モノレアお通しになっておりますので。もともと熊本でやってらっしゃったじゃないですか。なんで福岡来られたんですか？福岡ですか。はい。40歳になった時に、自分が本当にここで終わっていいのか、職人人生、はい、それを考えた時に、ちょっともう一回ステップアップしたい、もう一回ちょっとがむしゃらな仕事がしたいっていうのが出てきたんですよ。それで県外に出ようと。本当にそのシンプルにそれだけですよ。東京っていう可能性はなかったんですか？なかったですね。へえ。そこはやっぱ西日本というか。やっぱ自分で想像ができないんで、東京で自分がお寿司握ってるっていうのは想像ができないんで、それはちょっと違うなと思ったんですよね。石垣大根ですね。バター系ですね。その魚はですね、そっち系です。置いてるですか？いや、これそんな置いてないですよ。ははい。だから関東の人は使わないですよね。九州の人が多いです。い。もう切りたてですよねこれ。さっきやってましたね。美味しい。はい。またいいですね。小ぶりで入っていきます。もっちりしてるし、これやるし。はい。ねっとりもしてる。白身のパンチ力はすごい。さわら、筋飯して漬け、玉ねぎ醤油漬け。かましてるのも玉ねぎ醤油ってことですよね。これは玉ねぎの果肉。果肉。お醤油作った時の果肉です。パンチ良さそう。さわら。うまっ。玉ねぎ、さわらっていうとサゴシですね。もうああもうちっちゃい。今もう福岡来てどれぐらいですか？去年の12月の17がオープンだった。あ、じゃあもう半年超えたっすね。はい。でも熊本の時より広くなりましたよね。面積はもう倍になりましたけど、これ30坪ちょっとあるんですね。はい。まだこの昔よりさらにねっとりさせてますよ。結構今年のね、アオリイカがお題がでっかかったんですよ。細いんで。今上がってるやつもね、そうでかいの上がってますけど、はい。
こっちはすごいですよね、青いか3キロとか。3キロ4キロ、もう普通ですね。熊本とはね12キロぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。うん、限界なかっ限界の方が上がってきます。あとこっちは下関も上がるしですね。シャリは一緒ですか？シャリ一緒です。一緒。あ、シャリはね、昼と夜は全然違います。味付け。味が違うっすね。昼はみんなお酒が入らないんで、はい。塩味がやっぱりちょっと薄いですよ。これで薄いんですね。薄いっす。酸味も薄いっす。うんはい。酒入んないと塩味疲れ、酸味疲れが入るんで、はいはい。お昼はちょっと抑えてます。手打ちに入るやつです。これ半身で何貫取れるんですか？半身で何貫取れる？半身で3から4入る。やっぱでかいですね。かなりでかいです。これはさすがに九州のじゃないです。これ上ですか？宮城です。カツオ今年いいって言いますね。そういうことです。早いというか油が。美しいな。いい色してる。背側ですか？ああ、でも油しっかり後半くる。使うと3貫から4貫入っていくんで、地元の魚使いすぎちゃう。今シャリがいい感じになんかまたハマってきたっすね。夜はもう大体3貫目ぐらいが何個も入っていくんで。はい。あ、そこ順番もやっぱり昼夜で違うっすね。はい。しっかりですね、やっぱ。そうですね。
今日一の食べ応えが相当でかいですよね。でかいですよね。めちゃくちゃ食べ応えあった。先発さんでボタンエビってちょっと意外でした。意外。あさんこれ海苔もコントビじゃないですか。普通の音ですね。香り強いですね。あ、河内町。そうです。こちらの方はトコ節でございますね。トコ節の方のリゾットになっております。手前酒蒸しにしたトコ節、トコ節の肝で仕立てられておりますので、ラッキョの方一番最後口直しで召し上がってくださいませ。どうぞ。先発さんの定番。相変わらずのクリーミーさだ。最後のらっきょうが地味に嬉しい。さすがのスペシャリティだ。で予約はお任せの方で。お、はい。じゃあ基本でもネットから予約ができるっていうことで。そうです。はいお任せと、あと電話ですね。テーマで。はい。わかりました。ありがとうございます。あとはもう1ヶ月先しか取らないっていうやつです。1ヶ月先まで。先しか取らないです。おで夜だとおつまみがどれぐらい6品入ってます。 6品ぐらい、はい握りの関数はちょっと減るんですか。ちょっと減ります。はい。13貫入ってますかね。今日お昼の握りだと15。15に味噌汁卵。そうです。そうです。で今いくらになったんですかお昼。1号です昼は。で夜が2号です。これは長崎大村。キスいいっすね。やっぱプリプリ。ああ、いいね。すごい爽快。初めてかもしれないですね。昆布締め。背側の方で生に使ってます。じゃあ半分に腹があります。腹側の昆布締め。これ腹がです。程よい昆布締めの塩味と旨味が乗っかって、後半はもう腹の脂がすごい。皆さん昆布締め面白い。面白いでしょ。面白いですそうです。いいですよこっち。腹の方は生よりこっちの方がいいですね。はい。最初やっぱこの塩味とか昆布の感じきて、はいはい後半油のこってり感がぐっと入ってくるんですね。味が変わりますね。かます。すごい面白い尖ったフォルムして、フナスのくちばしみたいな。これ昆布。締まってる。かんぴょううまいですね。噛み応えがすごい。でもシャリ全然感じ方違いますね。やっぱ切りたてと全然違いますね。切りたての方がやっぱすごい立ってるんで、うわーってこう最初はですね。パワーがある感じ。これ今夜なんかはもう早い段階にも
マグロを触っていくんですよ、はい、でちょっとこう白身系をちょっと後に持っていったりとかですね。もちろんその全部のネタに照準を合わせてると思うんですけど、マグロの順番でシャリのその切る時間とかお客さんっていう感じなんですか、考え方そうですそうです。ああ、はい、そうなんですね。そうですそうです。だから白身の時はもうちょっとやっぱこれ強いんで、シャリをちょっと小さくして握ったりとかはあ、変えていくんですよ。1貫目の今日石垣台。石垣台、はい。僕やっぱ先輩さんのイメージって、はい、一番初期はイカから始まって、で前回も結構数年前ですけど、伺った時は、マダイのごまだれ、ごま醤油漬けみたいなので、今日石垣台かっていうので、もちろん多分固定してるわけじゃないと思うんですけど、あのシャリのもうある種すごい水分量の効いたてのところが一発目のインパクトをやっぱり与えないといけないんで、はい、僕のお寿司ってこうだよっていうのをやっぱり与えていかないといけないんです、はい、僕は結構一番最初にグーンと上げるタイプなんで、だから最初で結構掴んでいくんですよ、いろいろ。相当その酸味と塩味と、はい、あと魚の脂っていうのがやっぱどんどんマグロでこうそこでこう一体化していく感じセットされて、ウニとかまたエビとかで、それですごい美味しくて、やっぱシャリの顔がトータルやっぱりこの15貫でわずか多分1時間ぐらいでしたけど、かなり変わってったなっていう印象でした。しっかりアピールができるかなっていうシャリを今ちょっと作ってるんで、やっぱこっち来たてっていうのがあるんで、しっかりうちの寿司っていうのはアピールしないんで、はい、よそと違うやっぱシャリだったり魚だったりインパクト、アジのフォルムがめちゃくちゃ良かったというか、見たことない山脈みたいなアジだったんで、特に分厚い感じですね。山みたいだったんであれは結構見た目的にはすごい。あとやっぱ先輩さんフォルムが大きくてオーラがあるというか、形がねある程度かっこいいなっていう。人それぞれみんな違いますもんね。なんか大将のなんか力強い感じというかパワー系でやっぱちゃんとでかい食べ応えがあるっていう感じだったんで、いやすごい今日も個人的にはやっぱ天パさん握りのイメージが大好きなんで、いやでもなんか本当に久しぶりにいえいえとんでもないです。福岡で行きやすくなったというか、でもまた場所は場所でちょっとこう、なんていうか静かというか、ちょっと入ったところ住宅街なんでですね、あんまり飲食店で1号店を作る人がこの中であんまりいないんでですね、結構2号店3号店でこの辺作るあんまり入ってこない人がですね、はい、いやでもすごい海外の方含めてこれからさらに予約取れなくなると思うんでいや相変わらずお弟子さん含めてテキパキされててかっこよかったです。ありがとうございます。またぜひ、本当ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。